はい、こんにちは。画家の大塚明則です。今回は日本画の道具についてご説明しようと思います。多分数回に分かれて、日本画の絵の具を解説しようと思いますので、今回は第1回目になりますね。ちなみに僕は普段の本業は日本画をやっていますので、僕が普段から扱っている道具になります。今日本画ではその日本画の定義について、日本画とは何かっていう定義についてすごくいろいろ論議されている時期でして、そういったちょっと詳しいことは大学の先生とか研究者の方にちょっとお任せして、ちょっと込み入ったことはちょっと置いといて、今回はおおよそ技法材料をもとにその日本画を定義づけてるっていうのかな、そういった感じで日本画の画材屋さんとかで一般的に売られている画材とかそういったのを中心に説明しようと思います。では、項目はこちら。はい。日本画の絵の具は大まかに岩絵の具で天然岩絵の具、土の自然の土や石とか鉱物から作られるものがあって、でこれはちょっと値段もピンキリですけど高価なものがあったりしますね。すごく高価なものとかあったりします。で色数も天然のものなのでそんなに無限にあるわけじゃなくてちょっと少ないですね。で耐久度はおおよそ強いものが多いです。結構長い年月持ってくれるんじゃないかなと思います。であとその天然岩絵の具のちょっと付随した感じで純天然っていうものがあるんですけど、そちらは科学的な構造は天然絵の具と同じなんですけど人工的に作り出してるものっていう感じで売られてますね。で次が新岩絵の具。こちらが人工的にガラス質のものの中に、色素を閉じ込めたものになります。で色数も人工的に作ってますので多いです。で耐久度もまあ割と高いんじゃないでしょうかね。そんなに現時点で不満が伝えられるようなのはあんまり聞かないですね。で唯一その耐久度で問題視されてるのが鉛が含有されてるので、これが後々トラブルをきたすんじゃないかって言われてますけど、その鉛なしの表情絵の具とかも売られていますね。でそれであともう一つが合成絵の具で、白い岩絵の具に、着色したものになりますね。これ煮われといた時にその着色した成分が落ちたりして、上澄みの水が染まってるのとかが出てきたりしますね。なのでちょっと耐久度はちょっと弱いとは言われています。うん。で今言った3つがいわゆる岩絵の具といって大体日本画の人はメインで使われてるんじゃないかな。でその次が水平絵の具になりますね。これは泥状のものでもしくはもうそのまま天然の土だったりとかもするんですけどすごく安いです。細かい微粒子で出てきてますので絵の具の伸びがいいということで下地に使われたりよくしますね。岩絵の具は一色、まあ一種類というのかなの中に基本的に番号が振り分けられています。3番とか5番からぐらいから始まって13とか15ぐらいまで番号が振ってあって、で最後に白って書いて白っていうのがあります。で番号が少ない若いほど絵の具の粒子が粗く色が濃いです。で番号が大きくなって、どんどん粒子が細かく白っぽくなってきます。で白っていうのはその絵の具の中で一番細かくしましたよっていう絵の具が白ということになります。こちらは、天然岩絵の具の6章です。マラカイトっていう鉱物が原料ですね。別名クジャク石って言いますね。このように
番号が変わると粒子の大きさと色が変わってくるのが分かると思います。こちらが、9番ですね。9番。こっちが11番。15番。で、こちらが白となります。これが全部みんな同じ原料で、作られている、絵の具でなります。もう細かくしていくごとに、色が明るくなっていく、白っぽくなっていくっていうことが分かると思います。では実際に、ニカで、解いてみようと思いますね。こちらがニカワですけど、ニカワの濃度とかは別の動画でご説明しようと思います。で、まずはニカワを足してあげて、よく練ってください。指でやるのが結構重要だと思います。ちょっとダマっぽくなったりとかはよくすりつぶして指で捉えてあげるっていうのかな。他のものとかだとなかなかダマを捉えることができなかったりするし、ニカワと馴染みやすい絵の具とかもあるんですよね。朱とか結構ニカワがなかなか浸透しないので、こうやってもうお皿の側面に押し付けるようにニカワを溶いていったりします。結構ニカワが全体に浸透したかどうかって指先の感覚で分かることが多いので、やっぱり指を使ってあげるのがいいかなと思います。結構女性の方でね、指の間に絵の具がね詰まったりとか、ちょっとネイルとかねやってる方とかは気にするかと思いますけど、ちょっとここはできれば指で、一応指先つけたりとかそういったことも解けなくはないんですけどね、うまく画材を使いこなしたいとしたらやっぱり指でやってあげてください。で、ニカワで溶き終わったら今度お水を足してあげましょう。お水をあとは目的の濃度まで薄く使いたかったらお水を薄く。重要なのは最初にニカワというのを守ってください。先に水やってしまうと絵の具の粒子とニカワの食いつきが弱くなってしまうので、必ず最初にニカワというのを守ってください。で、ニカワが終わってからお水ということでやってあげて、あとはね濃く使いたかったらお水少なめがいいし、薄く使いたかったらここでちょっと水をいっぱいやってあげられるといいと思います。一応これであとは筆を使って画面に絵の具を塗る行為ができると思います。混色についてですが、岩絵の具は、油絵の絵の具とか水彩の絵の具みたいな混ざり方とはちょっと違った状態になります。混色できなくはないんですけど、絵の具に日本画の絵の具って絵の具によってもう比重が重さが違うんですよね。なので軽いものは上に浮くし重いものは下に沈んですごく分離がしやすいです。なのできれいに混ぜられるのはなかなか難しいかなと思います。比重のね違う絵の具を混ぜたとしても結構きれいに均等になるようにすぐ分離しないようにもう結構かき混ぜながらすぐ塗ってとかすぐかき混ぜてとか結構自分なりの工夫次第で面白い使い方ができるんじゃないかなと思います。天然絵の具とかだと上澄みとあと下に沈殿したものの色が結構違うのがあります。これ新車なんですけど、これ上澄みが黄色っぽくて下に溜まってるのがかなり赤い。これを使い分けたりとかもしますね。攪拌させながらいっぺんに塗ったりとかね、下だけすくい取って塗ったりとかって人によって違いますので、絵の具一つにとっても同じ絵の具使ってても人によって発色が違ったりとか個性が出たりするのですごく面白いかなとは思います。そして天然絵の具は絵
絵の具を焼いて色をちょっと変えることができるんですよね。緑青とか群青とか焼いて黒っぽい色に変化して使うということができます。ただ、赤系の新車とか、酒とかは水銀が含まれてますので、焼くと有毒な水銀が出てきてしまうので、酒とか新車、赤系は焼かないようにしてあげた方がいいと思います。十分気をつけましょう。で、岩絵の具の次は水平絵の具についてご説明します。岩絵の具とだいぶ違うところが、混色ができるんですよね。粒子がだいたい同じように細かい感じでまとめられてますので、水彩絵の具とかみたいな混色ができて割と自在に色が作れると思って大丈夫だと思います。すごく使いやすい絵の具になってますね。水平絵の具の作り方は岩絵の具と大体一緒なのですが、最初だけちょっと一手間ありますね。水平絵の具の群青ですね。これ水平絵の具は正方状、こういった少し硬いパリパリとした感じで売られています。よいしょ。なのでこれをすりつぶさなきゃいけないんですよね。ですり鉢とか使ってもいいんですけど、すり鉢が染まっちゃってね、すり鉢使い回しがちょっとしづらくなってしまうので、もうこういったコピー用紙にちょっと使用する量を開けてコピー用紙に挟んで、もう太い筆で上から転がして潰しちゃいます。で、潰れたやつもこっちに絵皿に開けて、であとは岩絵の具と同じです。2カを継ぎ足してあげて、指で練ってください。で、すりつぶす時にね、筆で転がした時にも圧縮されてちょっと塊とかもありますし、潰しきれてない塊もあって、まだまだつぶつぶな感じがあるんですけど、よく練ってこのつぶつぶした感触がなくなったらちゃんと使用してもらえるレベルかなと思います。このつぶつぶがあるたまま、画面に載せることはもちろんできるんですけど、もうそのつぶつぶが画面に載りますんで、もしそういったもうこのつぶつぶも絵に載せたいんだったらそれもまたいいかなとは思います。でおよそ指先につぶつぶな感覚がなくなってきたらまた水を足してあげて目的の濃度を使ってください。感じかな。はい、以上で水平の具の解き方は終わりで、もうこれもまた筆使ってこのまま画面に絵の具を再刺激できると思います。岩絵の具の買い方をご紹介しようと思います。ちょっと普通の絵の具と違って特殊になります。岩絵の具とかは日本画の専門店で行くと量り売りになります。大きい画材屋さん、世界堂とかの量販店に行くともう袋詰めされたやつで売られてるんですけど、日本画専門店に行くと量り売りになりますので、お店の中に入ったらもうまず色ごとに番号順でなってずらっと瓶詰めされた絵の具がございますので、それを欲しいやつをチョイスして、でそれをレジに持っていきますね。でそうすると単位が1両2両って量なんですよね。1両あたり 15g ってなります。でこの絵の具を2両くださいとか、そういった風に申告しますと店の人が測ってくれて、それを袋に入れて売るということが
日本画材専門店に行くとそういった売り方になると思います。今岩絵の具と水性絵の具の説明をしましたが、他にも貝殻が材料の胡粉だったりとか、あと金銀からできた箔とか、あと棒絵の具とか割と特殊なものがございますので、他の動画でそれをご説明していこうと思います。はい、では今日はここまでになります。またよろしかったらチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。